ここが好きだよ日本人へようこそ。羊羹や大福といった和菓子からケーキやクッキーなどの洋菓子までさまざまなお菓子が売られている日本。特に中国を発祥として日本初で広く知られるようになった飲み物として有名な抹茶を使ったお菓子は人気です。今回はそんな抹茶に関するとある商品について紹介します。海外の人がその意外性と美味しさにびっくりしたというその商品とは一体何だったのでしょうか。こんにちは、私の名前はリサ。ニューヨーク出身の20歳よ。日本の文化、特に食文化に興味があった私は昔から日本に留学することに憧れていたの。今は地元の大学に通う大学2年生。実は私の大学では在学中に外国への3ヶ月間の短期留学をすることが必須になっているの。つまり短期留学しないと卒業できないってことなの。すごい卒業条件よね。国際系の大学だからそういうのが必須になっているのよね。当然私はそのことを知っていて、それに興味があったから受験したの。猛勉強した甲斐あって合格できてよかったわ。他の大学でも留学をすることはできるんだけど、留学がカリキュラムに組み込まれているのはとても魅力的に感じたし、周りも手厚くサポートしてくれるんだろうなぁと思ったわ。実際周りの教授の先生たちや学生課の人たちはとても丁寧に留学のことを教えてくれたからとても感謝しているの。留学は2年生で行くか3年生で行くかどちらか選べるのだけど、私は1日でも早く行きたいっていう気持ちが強かったから2年生の時に行くことを決意したわ。留学の行き先はもちろん日本よ。私が日本の食文化に興味があることは周りの友達はよく分かっていたわ。だから私が日本に留学するってことを知った時は友達から日本の食べ物が美味しいからって食べ過ぎて太って帰ってこないでねって言われたわ。確かに食べることは好きで否定はできない。地元のアメリカには日本食のレストランがあって、家族で外食した時に初めて食べたうどんやお寿司に衝撃を受けたわ。味が濃すぎず食べやすくて上品な味で日本食がとても好きになったの。私もともと味が濃くて油っぽいのがあまり得意じゃなかったの。アメリカ人にしては珍しいわよね。ハンバーガーとかフライドチキンとか味もそうなんだけど、サイズが私にとっては少し大きすぎるのよね。そのサイズの半分くらいでいいのにと思うこともよくあるわ。食文化を知ることは食べることだけじゃないわ。異文化の授業で日本のお米について学ぶ機会があったの。お米作りと水の管理についての話を聞いたとき、とても興味深いと思ったわ。水の管理が悪いと稲がうまく成長しなかったり、雑草が生えたりするの。晴れたり雨だったり、気候によって様々な水の調整が必要だということも学んだわ。これだけ手間暇かけて作っているからこそ、日本のお米って美味しいんだなぁと改めて感じたわ。最近だとお米作りを本格的に学んで体験できるゲームもあるらしいじゃない？日本の素敵な文化をいろんな人に身近に感じてもらえるのは素晴らしいことだと思うわ。1年生の終わりの段階で2年生で短期留学したいという希望を出していたから、学年が変わったと同時に留学の話が順調に進んでいったわ。日本のことをよく知るためならホストファミリーにお世話になるのが一番だと感じたから、日本にいる間はホームステイをすることを決めたの。ちなみにペットを飼っている家でも良いかどうか、喫煙者がいても良いかどうかを事前アンケートで聞かれたけど、どちらの項目も良いですって回答した。普段うちではゴールデンレトリバーを2匹飼っているし、私のお父さんは喫煙者だから特に気にならない項目だったの。それ以上にお世話になる家族の人たちとうまくやっていけるかどうかが単純に不安だったわ。ホストファミリーは必ずしも性格というか雰囲気的に留学生と会うとは限らないからね。事前に家族構成や年齢、職業とかは教えてもらえるんだけど、結局のところどういう人たちなのかは実際に会ってみないとわからないのが現状。過干渉なホストファミリーや
逆に無関心すぎるホストファミリーもいたりして、それが原因でトラブルになったこともあるって同じ学科の先輩から聞いたこともあったわね。短期留学とは言うけど、初めて留学する人にとって3ヶ月は決して短い期間じゃないし、初めの方で何かトラブルがあったらどうしようとか、ネガティブなことを考えたりもしたわね。国が違う以上、文化や考え方が違ってもしょうがないのだけれど、私がお世話になるんだから、日本の生活習慣になるべく合わせようと、出発前にいろいろ勉強したわ。日本の食文化はよく知っていたけど、逆にそれ以外はほとんど無知な状態だったから、あの時事前に勉強しておいてよかったと思うわね。そしていよいよ留学初日、日本の空港で送迎バスに乗ってホストファミリーの家に向かった。出迎えてくれたのは40代前半の夫婦と小学4年生の娘の3人家族。そして可愛いトイプードルも出迎えてくれたわ。名前はゆいっていうみたい。女の子なのね。夫婦はとても親しみやすい人柄だった。旦那さんの方は外資系企業に勤めていて、仕事で英語を使うことも多くあるらしいわ。奥さんは近所の喫茶店で働いていて、外国人のお客さんを相手にすることは時々あると言っていたわ。ホストファミリーは英語ができるし、私も日本語を勉強するときにわからない部分は英語で聞けた方が助かるから、私にとってとても有意義で素敵なホームステイになるだろうなと、初日からワクワクしたわ。少し前までの緊張が嘘のようにすっとなくなっていくのを感じたの。娘のみゆきはとても元気で、私に積極的に話しかけてくれたわ。みゆきが通っている学校に ALT のアメリカ人の先生がいるのだけれど、授業だと時間も限られていて、なかなか思うように先生と英語を話せないから、私と話せて嬉しいって言ってくれたわ。私が先生代わりと思って少しプレッシャーにも感じたけど、慕ってくれるのはとても嬉しかったわ。日本で通うことになった大学は、私が興味のある分野の勉強もできるし、同級生も私に積極的に話しかけてきてくれて、毎日が本当に充実しているわ。日本の食文化といえば、私は日本のお菓子も好きなのよね。どら焼きやおまんじゅうといった甘い和菓子もそうだけど、せんべいみたいなしょっぱいものも好き。さっき味が濃いのはちょっとみたいな話をしたけど、日本のそういうお菓子はそういう感じが全然なくて食べやすくていいわね。日本のお菓子といえば抹茶を使ったお菓子もお気に入りよ。抹茶は鎌倉時代に日本が中国からお茶の種と抹茶の作法を持ち帰って日本で広まったと言われているのよね。大学の講義でやっていたから覚えているわ。抹茶味のチョコレートとか抹茶味のケーキとかアイスとか、上品な味で食べやすくてとても気に入ったわ。そういえばこの前の日曜日、みゆきの母のゆきこが近所のファミレスでお昼ご飯を食べないかって誘ってくれたの。みゆきも喜んでいたわ。日本のファミレスはメニューがとても充実していて、和洋中と一通り揃っているのが魅力的よね。私は焼き魚定食を注文したわ。ゆきこがドリンクバーを3人分注文してくれて、注文が来る前に何か飲んだらって言ってくれたから、ドリンクバーのところに行ったの。ソフトドリンクのドリンクバーの隣にコーヒーのドリンクバーがあって、さらにその隣にもう一つ別のドリンクバーがあったのね。なんだろうと思って近づいてみたら、抹茶ラテと書かれたボタンがあったわ。ドリンクバーは私の国のファーストフード店にもよくあるけれど、抹茶ラテのドリンクバーは初めて見たわ。抹茶は地元の大学の異文化体験の授業で飲んだことがあるけれど、本物の抹茶はとても苦くて思わずびっくりしちゃって、少ししか飲めなかったわ。隣の人が最後まで飲んでいたのが信じられなかった。抹茶はお菓子だからこそ食べられるって感じだったのよね。味が濃いのも脂っこいのも苦いのもダメって、私の味の好みってめんどくさいなーっていつも思うわ。こんなんじゃ食文化を学ぶものとしてダメかしらね。ラテってことはミルクと混ぜているってことかしら。抹茶自体が相当苦いんだから、ミルクと混ぜたところで苦味はそうそう変わらないに決まっているわよね。そう思ってソフトドリンクのコーナーに移動してコーラのボタンを押したわ。コーラならどの国にもあるし外れはないと思ったからね。
自分のドリンクを持って席に戻ったら、ユキコが立ち上がってドリンクバーに行ったわ。戻ってきたユキコが持っていたマグカップの中身は、緑色に少し白いミルクが混ざっているような液体だった。これ何ってユキコに聞いてみたら、抹茶ラテだと答えていたわ。もしかしてユキコはあの抹茶の味を楽しめる人なのかしら。日本人だからといって必ずしも抹茶の味を気に入るとは限らない。むしろ日本人でも苦手意識を持つ人だって多いはず。ユキコは試しに一回飲んでみたらって勧めてきたの。私は正直気乗りしなかったけど、ホストファミリーの行為を断るのもなんか気が引けたから、一口だけ飲もうと思ってマグカップを受け取ったわ。もし一口飲んで苦かったら、速攻でコーヒーのドリンクバーの横にあるガムシロップを持ってこようと考えていたわ。そしたら試しに飲んでみてびっくり。あの抹茶特有の苦みが全然ないの。程よい甘みで飲みやすくて美味しかったわ。それでいてミルクも入っているからまろやかさもあるの。抹茶ラテってこんな感じだったんだって初めて知ったわ。本当に美味しい。ガムシロップを入れようと考えていた私がバカみたいだったわ。ガムシロップを入れたら甘すぎて飲めなくなっちゃうし、抹茶ラテの良さが失われてしまうからね。ユキコは気に入ってくれて嬉しいって言ってたし、みゆきにとってもお気に入りの飲み物みたい。美味しそうに飲んでいる姿が可愛らしかったわ。後で知ったけど、抹茶ラテはドリンクバーだけでなく、日本のスーパーやコンビニにも売られているみたい。私もファミレスに行った次の日の放課後に早速買いに行ったわ。日本に来たのに私の国にもあるファミレスでカルチャーショックを受けるとは思わなかった。とても素敵な経験ができたと思っているわ。抹茶を使った商品は海外の人にも人気で広く受け入れられています。抹茶ラテもその一つなのですが、それがドリンクバーから出てくるのは海外の人にとってはとても衝撃的なのだと思います。抹茶ラテを初めて飲むとなれば、どのような味か、苦いのかどうかなど気になるのもうなずけますよね。抹茶には様々な楽しみ方があるということを、より多くの海外の人たちに知ってもらいたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。